皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は中東情勢、イスラエルとイランとの戦闘について取り上げていきます。こちらの映像は空中給油を受けるイスラエル空軍機の様子。イスラエル側はシリア上空にて給油を行い、イランに対する空爆を継続的に行っています。その攻撃の結果としての映像も次々と公開されています。こちらはイランの防空兵器各種、まずはレーダーを破壊。様々な防空兵器が各地にあり、それらを破壊していきます。続いては弾道ミサイルのトレーラー。こちらについても現在でも日々撃破報告が入っています。現在イスラエル空軍は破壊した車両は全体の4割から5割に達するのではないかと見ています。しかしこれは逆に言えばまだ半分以上イラン側に弾道ミサイルの発射トレーラーが残っていることを意味し、まだイラン側からの弾道ミサイル攻撃はあるでしょう。イランのレーダーや対空ミサイル、弾道ミサイルなど様々な目標に攻撃を行い、イランの反撃能力を日々削っていく中で、各開発関連施設に対する攻撃も同時並行で行っています。こちらはアラク原子力施設に対する攻撃。周辺住民が爆発の結果として立ち上った黒煙を撮影しています。こちらの被害状況については衛星からの写真をニュース記事が取り上げていたので後でご紹介します。こちらの映像はイランのヘリ部隊に対する攻撃。映像の中で1機、2機、3機と連続的に破壊されている様子が映像で収められています。このように映像を定点監視的に捉えていることから、偵察監視用の大型ドローンを上空に待機させながら撮影しているものとみられます。完全にこの地域においては制空権を置いている状態なのでしょう。また、現在イスラエルが戦闘機を使って攻撃していることから、ヘリの活躍する場面は全くありません。その分、イラン側としては、東部地域に逃がすといった選択肢もあるはずです。そうしたことができていないのは、それだけイラン側の中枢で幹部たちが次々と殺害された影響が残っているかもしれません。一方、イラン側も、これまで使ってこなかった弾道ミサイルを実戦投入したと発表しています。ただし、新しいミサイルだからといって何か大きな特徴があるかといえば別にそういうわけでもなさそうです。こちらの映像はその新型ミサイルだと思われる映像が入っています。ただし、ご覧のように単発で使用したらしく、イスラエル軍に対する大規模な数による圧迫ではなさそうです。イラン側からの弾道ミサイル攻撃は全体として数が減少中で、1日10発20発といったレベルで推移し始めているようです。こちらの映像はそうしたイラン側からのミサイルが集合住宅を襲ったところ、街の中心部に対する攻撃も行われています。住民が撮影したこの映像では、至近距離で爆発している様子を映像で捉えています。一方こちらはイランで生産された大型ドローンシャヘド。ロシアによるウクライナ侵略では数多くのシャヘドが用いられていますが、元々の開発生産国であるイランもシャヘドは大量に保有しています。ただし、イスラエルに対しては全く効果を上げていません。それというのもイスラエル軍に加えアメリカやイギリス空軍機についても迎撃戦闘に参加しているとみられ、防空網を全く突破することができていません。続いて映像で紹介したイランの核開発関連施設への攻撃、その詳細ニュース。イスラエルが攻撃したイランの非稼働核施設、衛星画像で被害状況が明らかに。イスラエルによる攻撃を受けたイランのアラク原子力施設を捉えた衛星画像が公開された。画像では稼働していない重水炉を格納したドームに穴が開いたほか、重流塔が破壊された様子が明らかになった。攻撃を受ける前の様子がこちら。写真中央部にドーム状の建物があり、こちらに原子炉格納容器があったとのことです。この原子炉は核兵器拡散防止に向けた国際社会からの圧力を受けた結果、完成には至っていない。つまり、現役で活動していたものではありません。他にも関連施設も攻撃を受けており、この施設の主要部分については、もはや使い物にならないでしょう。一方、イラン周辺における米軍の動きも衛星画像で報告されています。AFP より、米軍機カタール空軍基地から姿消す。カタールのアルウデイド空軍基地の衛星写真。左は2025年6月5日撮影。右は2025年6月19日撮影。左側の写真では戦闘機をはじめとした軍用機が数多く駐機状態にあったのですが、右の写真ではその姿を確認することが一切できなくなりました。他の基地へと移動したのでしょう。カタールはイランから見た場合において非常に近く、アメリカが攻撃参加した場合は
が非常に多くのミサイル攻撃が懸念される場所です。アメリカ軍の参戦については国際ニュースのトップにも出てくるような話題として取り扱われています。トランプ大統領2週間以内に決断。イランと近く交渉可能性。アメリカがイランに対し軍事介入するのかどうか関心が高まる中、トランプ大統領は声明でイランとの交渉が近く行われる可能性があるという見方を示し、2週間以内に行動するかどうか決断すると述べました。イスラエルとイランによる攻撃の応酬が続く中、アメリカのトランプ大統領はこれまでイランへの対応について聞かれ、やるかもしれないし、やらないかもしれないと述べるなど、軍事介入の選択肢を排除しない姿勢を示しています。イランには各地に核開発関連の施設があります。それらについては、地上部分もあれば地下部分もあります。そして場所によってその深さについて違いがあります。ナタンズのウラン濃縮施設の深さはだいたい8メートルから9メートル程度と言われています。これはイスラエル空軍による空爆でも十分打撃を与えられるだろうと見られています。もちろん一発だけではなくかなり複数回の攻撃が必要かもしれません。しかし現状でもすでに空爆は実施され、ウラン濃縮のその機械についてかなり打撃を与えられたのではないかと推測されています。さすがに現地での被害状況を確認することはイスラエル側にはできません。一方で、イスラエル空軍が持っている空爆力だけでは破壊困難だと考えられているのがフォルドゥのウラン濃縮施設です。こちらの施設の場合だと地下80から90メートル程度の深さにあり、しかも空爆に対応するための強化コンクリートでガチガチに固められていると見られています。そのため、イスラエル軍だけではなく、アメリカ軍の参戦といったものがイスラエル側から要請されているわけです。トランプ大統領はこれに対して現在のところ準備を進めているとされています。軍の方からは作戦計画が提案され、すでに作戦計画そのものについては承認したとのことです。ただし、計画案が承認されたからといってそれを実行に移すかどうか、その最終決断はトランプ大統領の権限であり、現在のところは実施されていません。トランプ大統領は2週間程度は考えるぞというような話をしています。この間にイラン側に対して無条件降伏を迫るような外交交渉を行って、実際にはある程度の条件をつけながら、なんとか交渉をまとめて、自分がピースメーカー、戦争を終わらせる政治家であることをアピールしたいでしょう。ただし、トランプ大統領の2週間考えるぞという話については、残念ながら口癖であり、大した意味を持ちません。これまでロシアによるウクライナ侵略関連では、この言葉は5回使われました。ロシアが一般市民に対する攻撃を苛烈に行った時などは、ウラジミールもうこんな攻撃はやめるんだみたいな話をSNS に投稿し、もしもやめないんだったら制裁を考えるような話をしつつも、2週間経ったら何事もなかったように、すっかりこのことを忘れてしまうのです。そのためにアメリカはトランプ大統領就任以来、ロシアに対する追加制裁を行ってきませんでした。ですからある程度話半分に聞く必要があります。とはいえ、トランプ大統領には権限があるわけで、しかも米軍はすでに作戦計画に基づいて行動を起こしています。それは直接な攻撃ではなく攻撃準備に入っていることです。イランを攻撃するために地下施設を攻撃することが考えられている話をしましたが、何もそれ以外のことはしないという話ではありません。地上には革命防衛隊もイラン国軍も、そしてイラン政府の様々な施設などもありますし、軍需工場などもあります。一般的に空爆を強烈に行おうと思えば、当然のようにそのための戦力を中東周辺に集めなければなりません。そのために空母の展開といったものも図られているわけです。その一方で、まだ攻撃をしていないのですから、今のうちにイランから近すぎる基地からは主要な装備品を移動させておく必要があります。現在、イランからイスラエルに届く弾道ミサイルの残弾は1000発程度だと言われています。しかしこれは射程距離が長いものに限っての話であり、イランには届かないんだけれども周辺国に撃ち込むには十分だという射程距離のミサイルについては3000から4000発程度はあると見られています。ですから周辺基地からの米軍の移動といったものを踏まえた上でトランプ大統領がさあ攻撃するかどうかという時期に入ってくるわけです。ただし何度も言いますが最終決断するかどうかはわかりません。なぜならばたとえアメリカが参戦したとしてもフォルドゥの地下施設を破壊できるかどうかは疑問だという声もあるからです。アメリカの持っている大型貫通爆弾の威力は地下60から70メートル程度まで影響を及ぼすと言われています。もしかしたら攻撃力が不十分かもしれない。ちょっと威力が足りないかもしれないのです。いやいや、それだったらいっそのこと
戦術核兵器を使うことを検討してはどうかといった話も出ています。ただしこの場合だと威力が十分ではあるものの、当然のように戦術核を使うなどなんてとんでもないことをするんだという話へと発展するわけなので、選択肢の一つに過ぎず実際にはあくまでも参考情報に留めているのかもしれません。現状イスラエル国内でイランに対する攻撃については世論支持が7割以上という報道もなされており、攻撃そのものについてはまだまだ行うでしょう。特に日々破壊される弾道ミサイルの車両や防空兵器の数を見ると、攻撃側の戦闘機に対する反撃能力も落ちていますし、イスラエル本土を狙うミサイルについても脅威が減少しているような状態なので、イスラエル側はもっともっと攻撃し、さらに反撃能力を研ぎ落とすことが考えられます。あとは、イラン側がこれを受けてどう対応するかです。ものすごく残酷な話をすれば、反撃能力がなくなったとしても、イラン側は耐え続けるという選択肢もあります。というのも、どんなに攻撃を受けたとしても、別にイスラエル軍がイランを占領し、何か占領統治下に陥るわけではありません。空爆は多くの被害をもたらしますが、しかしそれでも政権そのものが保持される可能性は非常に高くあります。イラン国内で反体制派が大きな力を持ってはいない現状ですから、民衆が立ち上がって政権を打倒でもしない限りはちょっと難しい状態なわけです。イラン政府にもうやめてくれと言わしめる最後の一手が米軍による攻撃になるのかどうか、そこに注目しておきましょう。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録よろしくお願いします。このチャンネルでは世界情勢様々なところで起きている出来事を地上波のニュース報道で取り上げない部分も含めて情報の整理整頓をして皆様にお届けしています。ぜひとも日本国内の出来事だけではなく世界で様々起きている出来事が日本に与える影響についても考えを巡らせてください。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。